はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。7月11日、今日はセブンイレブンの日ですね。皆さん、蜂蜜が腐ったところ見たことありますか？いつ買ったかわからない蜂蜜がなんだか使えそう。そんなことはありませんか？そうです。蜂蜜は腐りません。今回はそんな蜂蜜で1ヶ月お肉を熟成していきます。それでは早速やっていきましょう。今日はこの牛肉を使って熟成肉を作ります。鮮やかな赤い色をしています。そしてこれが今回使用する蜂蜜です。水飴などが混ざっているものもありますが、蜂蜜 100% のものを使います。蜂蜜以外のものが含まれていると腐りますが、基本的に蜂蜜 100% なら腐りません。今まで色々なものでコーティングして熟成させましたが、表面にカビが生えたり、中のお肉が変色したりしていました。蜂蜜が腐らない理由として、蜂蜜自体に強い殺菌効果がある。水分がほとんどなく、細菌が繁殖できない。酸度が高い。3000年前の蜂蜜が食べられる状態だったという話もあるくらい、蜂蜜の保存性の高さは知られています。そもそも蜂蜜が何だかご存知ですか？蜂蜜とはミツバチが花の蜜に唾液をつけることで変化し、巣に蓄えることでできます。なので蜂蜜とは蜂が作る加工品です。まずはバットにクッキングシートを敷いて蜂蜜を敷いていきます。その上にお肉を置いて周りに蜂蜜を塗っていきます。今までの熟成肉とは違い、お肉の姿が丸見えです。しっかりとコーティングされているので空気に触れることもなく、バターと同じような効果も期待できそうです。これはかなりワクワクしますね。それでは冷蔵庫に入れて1ヶ月待ちましょう。蜂蜜がサラサラしていて流れやすいので、適度に蜂蜜をかけてあげながら1ヶ月経ちました。あれ、夏なのに雪が積もっています。かなり見た目に変化が見られます。調べてみると、この白い部分は蜂蜜に含まれるブドウ糖が固まったものです。蜂蜜は15度以下になるとこの結晶化が起きますが、品質的には問題ないです。それではバットから取り出して見てみましょう。周りの部分には色の変化が見られます。酸化して色が変化したというよりは、お肉が蜂蜜を吸って色が変わった感じがします。嫌な匂いなどは感じません。食べやすいようにカットして周りをトリミングしていきます。今回も何もしていない同じブランド産地のお肉を用意しました。特に味付けはせずに焼いて違いを確かめます。蜂蜜で熟成させたお肉はとにかく焦げやすいです。今までにないくらい頻繁にひっくり返さないとすぐ焦げてしまいます。これは蜂蜜の成分を吸ったからかもしれません。焼き上がったので早速食べてみましょう。いただきます。まずは通常のお肉から食べてみます。少し肉質的に硬さもあります。脂身は少なく、噛むごとに肉の味を感じます。通常蜂蜜はお肉料理に用いると肉の組織に浸透し、加熱による肉の収縮効果を防ぎます。また蜂蜜に含まれる有機酸は強力な殺菌作用もあり、肉の保水性を高め、お肉を柔らかくする効果があるそうです。食べて検証してみます。正直微妙です。熟成による旨味より蜂蜜が邪魔しています。お肉を柔らかくする効果があると先ほど言いましたが、柔らかくなっている感じはあまりありません。以前やったぬかや昆布の方がハムっぽく歯切れが良かったです。焦げやすく何度もひっくり返しているうちに余計に火が入ってしまった可能性もあります。この甘さも甘めのステーキソースなどをかけるならあまり気にならないかもしれません。もし蜂蜜をお肉に使う場合は2時間くらいつけるとか、隠し味として蜂蜜を使うくらいがいいかもしれません。それくらいだとより美味しく食べられるのかなと思います。変な変色などはなかったので、完全に蜂蜜の中に漬け込んで瓶詰めとかにしておいたら長期の保存は可能かもしれません。味に関しては保証はできません。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。蜂蜜熟成肉いかがでしたか？8月3日が蜂蜜の日だったので、その日に合わせて動画を出せばよかったです。もしくは8月21日のハニーの日でした。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。